私はクロアチアの首都ザグレブの市の中心にありますイエラチッチ広場という広場に来ております。ここはザグレブの一番の繁華街になっておりまして、今日はここザグレブ一の繁華街イエラチッチ広場周辺を少し散策してみたいと思います。現在午後の7時を少し回ったところです。では行ってみましょう。この銅像がイエラチッチ総督の銅像です。クロアチアの前身になる王国で活躍された指導者だというふうに聞いております。ヨーロッパの街中の夜っていうのは大体こんな感じですね。高々とした明かりというのはあまりなくて、暖色の今ご覧いただいているようなこういうオレンジ色のぼんやりとした明かりがあるのが多いです。ですので都会の真ん中を少し外れますと結構暗いですね。ここはまだ繁華街なので明るい方だと思いますけれども、私のホテルの周辺などは夜になると真っ暗です。このザグレブという町は人口がだいたい80万人ぐらいということで、日本でいうとギリギリ政令指定都市 OK というぐらいの規模の都市ではありますが、もちろんクロアチアの首都でありまして最大都市であります。先ほどご紹介したイエラチッチ総督広場が市の北側にある繁華街でありまして、もう一方が反対側の南側の方にありますザグレブの鉄道の中央駅周辺ですね。この辺りも少し繁華街があります。ただ昨日鉄道駅周辺は歩いていましたけれども、断然こちらイエラチッチ総督広場の方が賑やかだと思います。この通りはカフェが多いのでちょっと覗き見ながら歩いてみたいと思います。ヨーロッパの人って本当にこういうカフェ好きなんですね。もちろん屋外の席を出しているお店の中にも席がありまして、そちらの方でも中で暖を取りながらコーヒーだったりワインやビールを飲んでいる人も多いです。日本同様に、フードの宅配サービスですね。ウーバーイーツとかウォルトとかありますけれども、もちろんこちらにもあります。よくよく考えてみますと、日本というのは飲食店の数が相当多いように思います。ヨーロッパの街でもそうですし、私が世界で行ったあちこちの店、街でもそうですけども、飲食店の数がこれほど多いのはおそらく日本、東南アジア系、あと中国、韓国、台湾ですね。言い換えれば東アジアから東南アジアにかけては飲食店の数がやたら多いような気がします。それに対してヨーロッパなんかは特に飲食店の数が本当に少ないなって気がしますね。で、飲食店の数が少ないので、ちょっと外に食事に行くにしてもある程度距離がある関係で、皆さんああいう宅配サービスをよく利用されてるんだろうというふうに思います。あとやっぱりヨーロッパに来て思うのは、特に女性の方が皆さん本当におしゃれですね。若い女の方からお年を召したご年配の方まで、皆さんそれなりにきちっとおしゃれをされています。はっきり言いますと男性の方はそうでもないんですけども、今イエラチッチ総督広場から、西の方の通りを西に向かって歩いてますが、そろそろこの辺りが繁華街の終点になりそうですので、一旦ここで折り返して広場の方に戻りたいと思います。このオレンジ色にぼんやりと光る明かりがいかにもヨーロッパの街らしくて、私は大好きですね。慣れるまではちょっと暗くて、おっかない感じも特に夜遅くなりますとするんですが、慣れてきますとこれが非常に違和感なく目に入ってきまして、むしろ心地いい感じさえします。そう思い出しました。結構冬場寒い中でも
こういうそのオープンテラスのカフェでアイスを食べてる人よく見ますね。再びイエラチッチ総督広場の方に戻ってきました。ここはトラムの主要ターミナルにもなっているようで、先ほどからトラムがひっきりなしに行き来しています。そのトラムに乗るためにということで、広場にはたくさんの人がトラムを待っているというのがここの日常の光景ではあります。何回見ても本当にこの雰囲気ですね。何回も言いますが、このオレンジ色のぼんやりとした明かりに歴史感のある建物が非常にマッチしてて、いい雰囲気です。イエラチッチ総督広場からまっすぐ南に伸びているこちらの通りを少し見てみたいと思います。再びイエラチッチ総督広場の方に戻りたいと思います。トラムを待っている人がまだまだたくさんいらっしゃいますね。そんなに大きな繁華街ではありません、正直言いまして。先ほども言いました通り、ザグレブでは一番の繁華街ということで、飲食店から雑貨、衣料品、靴などなど全てがここで揃うようなところになってますので、これからもまだまだ時間的には賑わうところだと思います。今日はクロアチアの首都ザグレブの一番の繁華街でありますイエラチッチ総督広場周辺を散策してみました。私は今ボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボの旧市街に来ております。これから少し夜の旧市街の風景を撮影したいと思います。象徴的な建物の水飲み場ですね。この旧市街はオスマントルコで有名なオスマン帝国に一時支配された頃の影響で、中東もしくはトルコの文化の色が濃く残っているところがあります。今歩いているところがそこなんですけれども、非常にエキゾチックで、ヨーロッパに来ている感じがあまりしないのが事実です。でも非常に綺麗で魅力的な街だと思います。場所によってはもうクリスマスの飾り付けもしくはクリスマスショップがオープンしているところもあるんですけれども、さすがにこのエリアについてはそういった感じは全くなくて、いつも通りの賑やかな旧市街という感じですね。非常に飾り付けが綺麗なレストランですね。Koliko košta jedan kilo 10 maraka, 10 maraka, 1 kilo duvan 10 maraka, 1 portion 5 maraka, ne više 6 komada. 昼間来たモスクですが、ちょっと夜の様子を見に入りたいと思います。この水飲み場も非常に綺麗ですね。今ここの水を飲みましたけれども、大変美味しかったです。ムスリムの方がお祈りを捧げていらっしゃいます。メインの観光スポットであるのは間違いないんですけれども、同時にムスリムの方の心の拠り所ということになっているようです。再びメインの通りに出てきました。
ライトアップされたモスクが非常に綺麗ですね。やはりヨーロッパは日が短いですね。今夕方のまだ5時なんですけれども、もう真っ暗です。空いてるのはおそらくお土産物屋さんとレストランだろうと思います。こちらも銀製品の店ですね。非常に綺麗ですね。今日はボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボの旧市街で、夜の旧市街の風景を少し散策した後、夕食をとってみました。今私はセルビアの首都ベオグラードの旧市街に来ております。ここは旧市街の中のメインストリートでありますクネズミハイロバという通りであります。では行ってみましょう。昼間ここを通ったんですけれども、昼間よりも夜の方が圧倒的に人が多いですね。おそらく旅行者もそうですけども、地元の人たちもここで買い物をしたり、あと夕食を食べたり、友達や家族とひとときを過ごすというための場所のような感じですね。昼間はガラガラだったカフェの屋外の席も今は結構人が座ってますね。仕事帰りの皆さんでしょうか。同僚や友人たちとお茶を飲んだり夕食を食べながら談笑している姿があちこちで見られます。夜になりますとやはりライトアップされて綺麗ですね。この辺りがクネズミハ広場通りの終点になりますので、ここからスカダルリアエリアの方に向かいたいと思います。国立博物館が見えてきました。でこの博物館の前の広場が共和国広場ということになっておりまして、ベオグラードの一番のセンターの広場になります。
では共和国広場を横切りまして国立劇場の横を通ってスカダルリアエリアの方に行きたいと思います。ちょうど今正面に見えてきましたのが国立劇場ですね。国立劇場からすぐ右に入ったところですね。こちらが確かスカダルリアの入り口、そうですね、入り口になります。両側にはカフェを併設したレストランがずっとつながってますね。非常に落ち着いた雰囲気で、いい感じですね。おそらく今の気温が5度前後だと思います。歩いてきたからかもしれませんが、さほど寒いとは思わないんですけども、やはり昨日よりかは少し気温が下がっているようで、屋外の席よりも屋内の席の方が人がいるようですね。今日はセルビアの首都ベオグラードの旧市街にありますフネズ・ミハイロバ通りとスカダルリアエリアを散策してみます。夜の街中でしたが非常にイルミネーションも綺麗で、雰囲気も良かったです。私は今北マケドニアの首都スコピエに来ております。この川の向こう側は旧市街ですね。非常に橋のライトアップが綺麗ですね。この川の流れる音が非常に心地いいです。スコピエの中心には旧市街と新市街を分ける形で東西に川が流れてまして、その川に橋がいくつかかってますが、この付近中心部の橋が非常にライトアップされていて、ご覧の通り歴史感ある銅像がたくさんあります。何とも言えない雰囲気ですね。画面の正面に映っているライティングされている橋ですね。あれが石の橋といいまして、スコピエでもいくつかある中の観光名所の一つです。北マケドニアはギリシャと接してまして、その関係だろうと思うんですけれども、ギリシャのアテネにある神殿のような衣装をした建物が結構あります。これもそうですね。旧市街の入り口にあたる場所で、ここが石の橋のたもとになりますので、渡っていきたいと思います。この石の橋は特にライトアップ照明があるわけではありません。ただ石造りで非常に味のある橋ですね。さっき渡った橋ですね。石碑がありますね。ちょっと読めませんが、石の橋を渡りきりますと新市街の一番センターになる部分ですね、マケドニア広場といいますけどもに到着します。ここがスコピエの観光名所の一番のスポットというふうにガイドなんかには書いてありますけれども、確かに広々とした広場できれいに照明も施されていて、非常に気持ちのいいスペースですね。
マケドニア広場のシンボルになっています、アレキサンダー大王の銅像ですね。ちょっと暗くて見にくいかもしれませんけれども、このマケドニアはアレキサンダー大王の生まれた土地のようで、街の至るところにこのアレキサンダー大王の銅像が見られます。広場の中心から川の方、旧市街の方ですねを見た感じがこんな感じです。石の橋の側面ですね。側面はライトアップがされてまして非常に綺麗です。今日は北マケドニアの首都スコピアの中心部の夜を少し散策してみました。照明に照らされた石造りの橋だったり広場だったり、あるいはギリシャ調の大きな建物だったり、非常に綺麗な光景が楽しめました。私は今ギリシャの首都アテネの一番の繁華街でありますエルム通りの入り口に立っております。クリスマスも近くなってきまして、ここギリシャでも至る所でクリスマスの飾り付けが見られるようになってきました。この広場でも大きなクリスマスツリーが点灯されています。今日はこのエルム通り周辺を散策してみたいと思います。さすがに世界屈指の観光地アテネだけありまして、ものすごい人ですね。今日日曜日ということもあるんで余計なのかもしれませんけれども、昼間アクロポリスに登ってきましたが、その帰りここを通った時もやはりすごい人でした。これまで滞在してきた東ヨーロッパ、南ヨーロッパの首都、夜ですね歩きますと、私は好きなんですけども、ぼんやりと灯るオレンジ色の街灯が点々とあるような感じで、どちらかというと薄暗い感じの街が多いんですが、ここアテネのエルム通りは全く違います。まるで東京の新宿歌舞伎町か大阪の道頓堀かというぐらい明るく賑やかですね。通りにはストリートパフォーマンスをする芸人さんがたくさんいます。よくわからない楽器を奏でてたり、歌を歌ったり、アクロバティックな芸を見せたり、いろんな人がいます。本当に明るいですね。これだけ明るい首都の夜は久しぶりです。もちろんカフェや飲食店なんかも若干ですがあるのはあります。ただ多いのはこの先ですね。そちらの方に行きますとものすごくたくさんのレストランがあります。
ちゃくちゃ賑やかな繁華街のど真ん中に、古い教会があります。入れそうなのでちょっと入ってみたいと思います。こちらの通りに入りますと、両側はレストランでびっしりですね。画面中央奥にアクロポリスのライトアップされている姿が見えます。地下鉄の駅のある広場に来ました。ちょうどエルム通りの真ん中あたりに位置する広場でありまして、アクロポリスへ登る入り口にもなっているところです。昼間もこう通りましたけども、昼間も非常にたくさんの人たちがいました。今もそうですね、むしろ人が増えているような感じもします。この辺りに来るとレストラン、カフェの方がだんだんと多くなってきますね。ライトアップされているアクロポリスがご覧いただけますでしょうか。ちょっと周りが明るすぎて、GoPro では映らないかもしれませんが、非常に神秘的で綺麗ですね。これはフレアマーケットと読むんでしょうか、ちょっと分かりませんが、たくさんのお土産屋さんや雑貨屋さんなんかもあります。このギリシャは位置的にヨーロッパでも一番南、バルカン半島の一番南の先にある国でありますので、すぐお隣がトルコだったり、その先にはシリアだったりヨルダンですね、あたりの中東の国なんかにも近いです。あとエーゲ海を挟んでその先にはエジプトを含めたアフリカ大陸がありますので、もともとのギリシャ系の住民に加えて、中東系の人たち、トルコ系の人たち、あとアフリカ系の人たちなんかも混在している、非常に人種的には多岐にわたった、町ですね。時刻はまだ6時前なんですが、辺りはもう真っ暗になってまして、夕食を楽しんでいる方が多いです。この辺りのレストラン街はこれからまだまだ人が増えそうですね。今日はギリシャの首都アテネの一番の繁華街でありますエルム通り周辺を夜散策してみました。私は今ブルガリアの首都ソフィアの町の中心部に来ております。今日はこれから夕食を取りに出てきたんですけれども、夜のソフィアの中心街も少し様子を見てみようと思います。では行ってみましょう。綺麗にライトアップされているのはモスクですね。ブルガリアはご存知の方もいると思いますけども、ヨーロッパでも一番南の方に位置してまして、ギリシャとほぼ同じぐらいの位置にあるんですけれども、その関係でトルコだとか中東からの移民も結構多くて、いわゆるムスリムの人たちも結構います。重厚感のあるビルがライトアップされていて非常に綺麗ですね。
正面に見えるのは国会議事堂ですね。地下道を通って、先ほどご紹介した国会議事堂の前の通りまでやってきました。私の他にも写真を撮っている方が結構いらっしゃいます。やっぱりそれだけ綺麗で、見どころになっているんだろうと思います。カメラを360度回してみたいと思います。国会議事堂を左に見ながらもう少し奥まで進んでみたいと思います。王宮が目の前に迫ってきました。ちょっと入ってみたいと思います。ちょっとバーベキューですね。めちゃくちゃ人が多いですね。一軒一軒見て回るのはとても不可能に思えますので、さーっと流していきたいと思います。Both of mayo and barbecue, please. 再び国会議事堂の方に戻ってきまして、また先ほどのメトロの主要駅の一つですね、そちらの方に行きたいと思います。綺麗ですね。今日はブルガリアの首都ソフィアの夜の繁華街を散策しながら夕食をとってみました。